やべえ、来た。あれ見た？なんかシルエットだけ見たらローサイドっぽくない？なんかタイヤクリアランス50とまでしか書いてないんだけど、いけるかな？いける気する。ミッドナイトからやったらほんまにこうもう全パーツが使える。そう。あ、こっちこの色なんですよね。うわー、どっちだ？どっちだ俺これ。いや悩むわ。開脚の2色かな。こっちかやっぱり。ていうか、ほらだって一番最後に組んだフレームこっちやん。まあ確かに色はな。ストラグラーが新しくなったんだよね。だから自分のバイク組み替えようかなと思って。すごい。サブちゃん、すいません朝早くから。いやお願いします。ごめんなさい。見たい。ちょっとやらさせてもらいます。でね、そうでね、新しいストラグラーがこれです。はい、で、昔のストラグラーも一応持ってきてるんだけど、なんか大きく変わったのがここのヘッドチューブっていうところ、これがぶっとくなったりとか、あとはまあ伴ってフォークの形ちょっと変わったりとか、であとスローピング、フレームがこうねホリゾンタルって言って、地面水平にトップチューブ来てるのがストラグラー、なんかクラシックでいいとこだなっていうところなんだけど、それがこう後ろ下がりって言ったらいいのか、になって、まあ、ちょっとまたぎやすくなったっていうのもあるし、ちょっとこうアクティブなバイクっぽくなった感じもあんのかなっていう。であとは前後スルーアクスルの、ハブのスペーシングになって、であとあれだね、フラットマウントになったね。そう、フラットマウント、ディスクブレーキつくところがフラットマウントってやつになった。近年あるようなロードディスクブレーキとかのマウントと一緒ですね。あとなんだろうね、あとね、細かいけどボトルケージの台座、こっちのトップチューブのところが前に2連だったけど今回から3連になったりとか、あとまあフルアウターになったのか。アウターが前はここになんだダブルレバー台座みたいなやつがついてたんだけど、それがもう普通になくなって、こういうなんだワイヤーの受けになったっていう感じかな。確かにいろいろ変わったんだよね。あとあれ、ドロッパーのルーティンつきましたね、ここに。なるほど。そうだから僕のミッドナイト乗せ替えるときはそうめちゃくちゃいいじゃないっていう。タイヤのクリアランスは分かってないけど、分かってるけど分かってない。俺はまだ一応 50C 入れてはない、そう履けるとは言ってたが。なるほど。今日はこのフレームを台座にいいんですか？どうされるんですか？自分のミッドナイトスペシャルからね、乗せ替えます。すごい。そう前のストラグラーよりもミッドナイトの方が規格的には近いってことですよね。そう近い。使える部品的に言うと。そう、ここの太さも一緒だし、スルーアクセルだし、あとここかフラットマウントのディスクだし、だね。だからワイヤーほぼほぼ乗せ替えれるって感じ。じゃあまあ乗せ替えてちょっと軽く乗ってみるとこまでぐらいですか今日は。そうです。はい。やってみます。やるぞ。ただねちょっと怖いのが、ヘッドチューブの長さがね長くなったんですよね、今回ストラグラーと。だから刺さんないね、足んないかもしれないっていうね。なるほど。そう。ちなみにサイズはミッドナイトストラグラーどうなってるんですか？ミッドナイトこれは僕50ってやつ乗ってて、こっちはね52っていうサイズで、一応ね見てみたら52がミッドナイトの50相当だから、ここが545つったっけな、トップチューブの長さが。だからこれとほぼほぼ一緒なんで、まあいけんだろうっていうことでやってみた。なるほど。ちょっと一回ホイール入れたいんだけど、でもちょっとホイール入れるにもちょっといろいろ外さなきゃいけないパーツあるから、ちょっとそれだけパパッと外してますね。楽しみだぜ楽しみだぜそう、タイヤクリアランスが発表された時は50って書いてあったから、そっかダメかと思って。ちょい細になって、ちょい太になったんだね。ストラグラーからすれば太いが
ミッドナイトからすればちょい細になってで見てみたらちょっと太い確かにその 50C よりも太いの入りそうではあるけどまあギリギリになる気もする。見た感じミッドナイトの方がやっぱ太い。そうなんだよね。一応ねなんかフォーク入れ替える前提でもう作ってるよみたいなこと書いてあったからそうだったからなんかそのミッドナイトの時と全然また違う乗り物として作ろうとしてんだなっていうのが一応わかるんでね。でもともとストラグラーって説明文書いてあるけどマウンテンバイカーのためのロードバイクですみたいなこと書いてあってなんじゃそりゃって思ったけどでも確かになんか見てみるとなんだクリアランスとかがちょっとそのロードバイクのそれっぽさっていうのがあんまないバイクだったからそういうこと言ってんかなって思ったやつの進化版になるからそうどんな風になるんだろうよりそっち向きにいってるかも。そうその以前からのストラグラーも結構思い入れはあるんですか？俺でもね乗ってないからあなんかそうそうめっちゃちゃんとしたなんかこう思い出ってないんだけどでも、はい、ただなんだかんだやっぱフルラグってクロスチェックいっぱい売ってきたよねみたいなことをね会社とかでみんなで言ってたりするけどやっぱ同じくストラグラーもね組まさせてもらった覚えがあるからめっちゃ触ったよね。だからなんだろうあれ本当なんかいろんな形で組んできた気がする。そうねそうだよ。だから新しくなってスルアクセルになったからシングルじゃなくなっちゃったんだよな。なるほど。ストラグラーねギアードシングルのスイッチがそうできないんだな新ストラグラーはできないんでそうまあいまだにちょっと旧ストラグラーの魅力も残るっていうところですよね。そうだ昔のストラグラーは昔のストラグラーでちゃんとなんかさ昔っぽくって言ったら変だけど、ね、今っぽい形じゃないっていうかクラシックなこうホリゾンタルのフレームワークでしかもねクイックリリースでさでオーバーサイズのヘッドで、ね、そのさっき言ってたシングルにできるっていうエンドとかは結構ね強みだよね。そうただの見た目と言われれば見た目かもしれないですけど、フォークのクラウンあるなしとかも多少ポイント。そうねそうユニクラウンにだけど新しいやつはそれがラグのフォークの型なんだよね。だから結構なんかこう全然違うフレームに見えるよね。確かにそうまあでも今混在しちゃってる状況だからね。そうですね。まあでも嬉しい時期ですよね。嬉しい時期どっちも選べるんでそう俺こんぐらいでいっかもあるし、うわ新しいこれ気になるも全然ありだからめっちゃどうでもいいかもしれないけど BB の高さがミッドナイトよりちょっとだけ高かったはず。芯がですか？そう3ミリだけ高かったはず。だからちょっとそれがね私的には遊びやすそうな気がする。なんか気になってねそう。ただ、長い距離走るとかがちょっと変わんのかなとか思ったりもするしよいしょきえよーし緊張の一瞬ですね。はいあれなんだよねこれタイヤがさ、はい、2.25 入ってんのかな。なるほど。なんだけど新しいストラグラーのタイヤクリアランス狭いんだよねミッドナイトより。だから旧ストラグラーよりは広くなったが旧ストラグラーよりは広くなったがミッドナイトよりは狭いからそう狭いのね。このタイヤは本当だったら入らない、ってことだったんだけどやってくださいやらさせてくれいけっかな。おあダメじゃねダメだ。これはちょっともう完全に何今何が突っかかってんの今これ。こっちのダボネジが最初に当たってたんですけどサクって入って、当たらなくなった、はい、横がもうでもギリギリだね。ギリギリだけど当たってますね。これ何が当たってた？多分サイドがノブなしだったらいけるかもぐらい。確かにノブじゃフォークどうかな。
これでフォークも俺刺さんなかったらもう今日やめよう。そんなね冗談なんですよね。足んねえな。足らないですね。これ足らないですね。よし、刺すはさすはもういいや。難しかったんで、ヘッドチューブがちょっと長いってことですね。そう、ヘッドチューブ長くなりますね、ミッドナイトに比べてね。つまりハンドル位置高めになるってことでいいんですか？あ、そうだね、確かに。だいぶ形になってきた。今ハンドルついただけですけどね。はい。で一回じゃあシートポストもあれしようかな。ドロッパーじゃないやつ入れようかな。ちょっとホイールまで入れたいよね。見た目のバランスが見たいな。このサリーのスルーアクセル下にスポンって抜けるのいいよね、楽。ああ、なるほど。クイックのそう、クイックのスルー版みたいな。あフロントフォークはダメだ、完璧。迷う余地もないですね。これはタイヤはやっぱダメなんだね。この太さのタイヤは履けないんだ。オッケー、諦めがついた。諦めがついた。いいでしょう。一回見よう。ここまでここまでやはっって。きり。フォーク入ったらね、帰ります。そうです。フォーク入ったら帰れる。そうか。そう。フォークを断念したことでもうタイヤは完全にアウト。アウト。でもかっこいい。うん。いいじゃないですか。いいじゃん。タイヤこれダメだったが。全然ダメだもんね。そうですね。ちょっとさすがにさすがに厳しそうですね。そうだね。これは諦めます。これは諦めます。でフロントフォークはもう完璧アウトだもんね。そうですね。ノブなしの 2.25 はギリ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 いけてるのかわからないけど、ちょっと一回一旦ちょっと仮で仮でね。ビードが出てなかったね。ノブなしの 2.25 であればなんとか。なんとか。おーおー一旦じゃね。おお。おひげがね若干ね、恋だたわみは当たるかもしれませんけど、今はギリギリ今は今は大ギリ丈夫。ギリ大丈夫ですね。あれだからね、後で変えますからね、あちゃんとね。一旦ちょっと仮組み形にするというか。そう。だから今日のところはこれで許してください。おーし。さあじゃあできました。ありがとうございます。できた。すごいかっこいい。いいよね。はい。普通にあれだね、やっぱはいさっきからゴニョ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 してたけど、タイヤはこの太さじゃないね。ちょっともうちょっと仮で。そう仮でね、一応回るからだけど本当はこれじゃないです。これはちょっと大きすぎですね。これにはしない方がいいですよ、はい皆さん。はい。注意してくださいね。注意事項です。注意事項です。はい。そう。じゃあもう早速乗りに行ってみますか。はい。わあ、いい音。いい音。ボヨン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 。いいね。はい。でもやっぱこうスローピングがだいぶ表情がそうですね。変わりますね。変わりますね。結構違うね。一番見た目、単純な見た目で言うとそこが一番大きいかうら。んうん。まあ乗るしかねえなとはな、一はい回乗ってみるしかないね。行きましょう。じゃあ。いいんですか。はい。なんかやっぱ BB 高いな、微妙に。うタイヤが分厚いだけか。ん。それもありそう。それもあるかもしれないけど。あとやっぱすんげえヒラヒラ動くなこれ。なんかあれかも、ミッドナイトの50よりもコンパクトに感じるかもしれない。そのミッドナイトの時にできなかったはい。なんかちょっとこうマウンテンバイクらしさみたいなはい。のはこっちで作れそうだよね。じゃあフラットライザー系のバーとかももしかしたらこっちいいかもしんない。いいなんかかもしれなかったり。そう、その時はでもでかいの選んどいた方がいいね。52でそれ組んじゃうと結構ヒラヒラするかも。そうなんかでもドロップハンドルバイクっぽさはちゃんと残るね。ああ、じゃあまあ基本はそう、まずはドロップで考えつつ。そう全然このポジションやっぱいいもんな。ってことはあれですか、グラップラーのちょっとあ、ライト版みたいな。そうかも。それでいいかもしんない。
ラップラーだとちょっとオーバースペックかなぐらいだったらちょうどそうそうだね、グラップラーのミニチュア版かもね。過剰さがないような。そう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 。でも思ったらあれかね、なんかこう今のモダンなグラベルバイクの気軽版ってなかったね、世の中に。もしかしたらコナとかのバイクそうなのかもしれないけど、確かに結局どんどんこう進化していく方向というかスペックを上げていく方向にそう行きがちなところをちょっと緩めてくれてるというか。そうそう、いやこんぐらいじゃねみたいな感じのバイクかも。だから 700C もちょうどいい太さ履けて、650B もちょうどいい太さ履けてみたいな、あんまりこうトゥーマッチにならなすぎるようにしてるなって思ったら腑に落ちるね。確かにサリーらしい。そういうことなのかもしれないね。26インチで組みてすでに次の妄想が